はい、どうも皆さんこんにちは、ヒカルです。今回はログ撮影ができることで有名なフィルミックプロとモーメント、どっちがいいかっていうのをご紹介していこうと思います。はい、ということで、フィルミックプロとモーメントの違いを順番に説明していこうと思います。はい、一つ目はログ撮影時のフレームレートになります。モーメントは 4K の場合に 60fps、フル HD の場合には 240fps で撮ることができるんですが、それに対してフィルミックプロは 4K の場合は 30fps、フル HD の場合は 60fps までしか撮ることができません。個人的に 4K の 60fps が撮れないのは、スローモーションの表現ができなくなるので少し厳しい感じがしましたね。はい、1つ目はフレームレートをご紹介しました。はい、2つ目はビデオスコープです。モーメントはこんな感じの RGB ヒストグラムのようなものを表示することができます。フィルミックプロはモーメントと同じく RGB ヒストグラムと明るさのみのヒストグラムと波形があります。今僕自身は黒つぶれや白飛びがないかぐらいを確認するぐらいなので、ここの点はそこまで気にならなかったですね。はい、2つ目はビデオスコープの紹介でした。はい、3つ目はライブ分析ツールになります。ライブ分析ツールとは、こんな感じのフォーカスピーキングやゼブラのことを言います。で、モーメントはフォーカスピーキングとゼブラ2種類を表示させることができて、2つ同時に表示させることができます。フィルミックプロはフォーカスピーキングとゼブラに加え、こんな感じで黒つぶれや白飛びしているところを青や赤で塗りつぶしてくれるものや、暗いところから明るいところまでをこんな感じの色でなんかサーモグラフィーのカメラみたいに表示してくれるのもありますが、フィルミックプロは一つの種類しか表示させることができません。モノクロだからっていうのもあるかもしれないんですが、特にゼブラの時にモーメントは少し見にくくてちょっと使いづらい印象を受けました。はい、3つ目はライブ分析ツールでした。はい、4つ目はハードウェアとの連携です。モーメントは Osmo モバイルと 1.33 アナモロフィックレンズに対応していたり、モーメントが出しているスマホ用のレンズとかと連携することができます。それに対してフィルミックプロは Osmo モバイルや 1.33 アナモロフィックレンズに加えてこんな感じで幅広く対応しています。ここに関してはさすがフィルミックプロという感じですかね。でも Osmo モバイルさえ持っていれば普通の人が使う分にはモーメントで大丈夫かなと思います。4つ目はハードウェアとの連携でした。はい、続いて使いやすさです。結論から言いますとフィルミックプロの方が使いやすいです。まず理由の一つにフィルミックプロは日本語に対応しているというところですね。モーメントは英語にしか対応していないので、英語勉強しろって話なんですけど、英語が苦手な方とかわからない単語があったりした時にちょっと不便だったなって感じですかね。2つ目の理由としてはライブ分析ツールの表示のオンオフの切り替えの時にモーメントはこんな感じでいちいちセッティングを開いて切り替えないといけないんですね。それに対してフィルミックプロは画面下のこのボタンを押して、例えばゼブラが良ければここを押せばすぐに表示させることができます。あとフィルミックプロはセッティングのメニューがこんな感じで画像とともに表示されていて、なんか操作している時にとてもわかりやすい感じでしたね。はい、5つ目は使いやすさでした。はい、6つ目は撮影時の編集です。この機能はフィルミックプロにしかついておりません。で、どういうことかっていうと、撮影する段階でこんな感じでサイドとかコントラストの調整をすることができます。これは編集した時にどんな感じになるかっていうのが撮影時にわかる点が便利だと思いました。はい、6つ目は撮影時の編集でした。はい、7つ目は安定性です。安定性に関してはフィルミックプロの方がいいと思います。フレームレートとかの問題もあると思うんですが、モーメントだとたまにカクついてしまってコマ落ちする場合がありました。はい、7つ目は安定性でした。はい、8つ目は価格です。モーメントは860円で、それに対してフィルミックプロはアップストアからダウンロードする際に1840円、そこからログ撮影をするために1720円のシネマトフォトグラファーキットっていうなんかめっちゃ名前長いんですが、それを買う必要があります。つまりフィルミックプロは合計で3560円という非常に高い値段になります。フィルミックプロをこの値段で買う価値があるのかと言われたら少し微妙な気がしますが、どうでしょうか。はい、5つ目は価格でした。はい、ということでここまで見てきて結局どっちがいいのっていうところなんですが、フィルミックプロと比べてモーメントの方がいい点としては 4K60fps が撮れるというところですね。でフィルミックプロは
フレームレートの弱点を除いて基本的にモーメントよりも基本的にいいという感じですかね。なのでログ撮影をしてみたいということなら初めはモーメントでいいのかなと思いますが、フィルミックプロの方が使いやすかったりジンバルとの連携があったりするので、スマホを本格的に撮りたいという方はフィルミックプロをおすすめします。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは他の人が投稿していない役に立つ情報を投稿しています。この動画が役に立つと思った方、チャンネル登録、いいねお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。